んにちは。我が事務局の久美ちゃんの話でさ、彼女がインターネットで靴を3足買いましたと。で、すごく可愛くて気に入ってるんだけど、一つだけサイズは自分のサイズなんだけれども、元々の規格がちょっと大きくて、で、ブカブカなので連絡したら、返品も返金も交換もできません。最初からそういう規定で書いてありますので、っていう返事が返ってきて、ね、これどう思うっていう話。もちろん人間だからさ、なんでとかさ、ひどいとか、もったいないな、お金損しちゃったとかっていう風な感情って必ず湧いてくるんだけども、私あんまりそこに焦点を置いてなくって、なんでかなっていうのがわからないものっていうのは、今のエネルギーでは返せないオセロだから、ここにあまりエネルギーを割かずに、自分のこの例えばインターネットで靴が買えてさ、家にいながら仕事が忙しくても新しいウキウキってしたさ要素を生活の中に取り入れられるとかさ、ヤマトの人もこうやって配達してくれるとか、そういうそっちの方にありがたいな、残りの2足は履けてありがたいなっていうところに焦点を当ててエネルギーをこう注いでいって、でその先に新しい解釈が生まれるかもしれないし、誰かが靴の足の大きい人にあげるっていうことがあるかもしれないし、その伏線がどうつながるかわからないから、その時返せないオセロはそのままもう華麗にスルーでいいよっていう話をお伝えしたんだよね。で、それの後日談がね、今日久美ちゃんから届きまして、久美ちゃんはそうだ、こうやって宅急便で靴が届くとかさ、そういうのありがたいなとかさ、そういう感謝忘れてたわ、感謝ね、オッケーって言ってバイバイって別れたんだよね。でその後彼女はその靴が交換できないっていうことをクレームを言うんじゃなくて、それをやめてそこにフォーカスをせず、その大きな靴でもなんか履ける方法ないかなっていう工夫をして中敷きをして履いてたのね。でも中敷きしてもちょっとまだブカブカだったんだって。でもその中敷きして外に歩いてた時に偶然知り合いに会ったんだって。そしたらその知り合いがその靴かわいい、どこのって言ってきたんだって。で、これね、そのインターネットで買ったんだけど、でもあまりにも大きいからお蔵入りにしようと思ってって思わず言ったら、じゃあ買うよって言われたんだって。で久美ちゃんは、いやさすがにもう履いてるから売れないのであげますよっていう風にして言って履いてみてもらったら、その知り合いの彼女にぴったりだったんだって。で、へーって言ってその靴をあげるって言ってその彼女にあげたら、その彼女が、じゃあこれもう履けないから、私の足ではちょっとちっちゃくてやっぱり履けないからって言って、ジミーチューとペリーコの靴2つ持ってきてくれて、結局それが交換になったんだって。で彼女にとっては履けない靴で、久美ちゃんにとってはぴったりのサイズの靴が2足目の前に現れたんだけどさ、そうなんかこういう伏線があるって、可愛いのにブカブカで履けない、返品もできない、交換もできない、ひどいって思ってる時ってもちろん絶対わからないじゃない。だけどそれに対してクレームを例えば言う、でもっともっと怒りにエネルギーをガソリンを増やすっていう風にやっていくと、本来あったその知り合いを含めた全体調和、全体反映の世界の次元にタッチできなくなる世界が誕生していくんだよね。でもちろんその世界でもそこからまた私服にって選び直せるから、何をどう考えてもいいんだけど、自分の中の怒りのエネルギーとかそういうストレス要素が一番少なく、一番楽に、一番簡単にみんなが幸せになるって、この一個物事を起きた時にどう反応するかっていうのを意識しとくというのがすごく大事だなって思うんだよね。でね、久美ちゃんもね、普段ならラッキーで終わるところがからくりみたいなのを見せつけられたようで、まだまだ確信や確証を持つまではいかないんだけど大丈夫なんだって8割思ってるって書いてくれたんだよね。そう、この確証がね深まってくると、本当にっ
って起こった時に、その時オセロは返すことができなくても、多分帰っていくんだろうなっていう心の余裕を友とできるんだよね。で、意識的に生きるようになると、この刺激と反応の間のスペースがどんどん広がってくるんだよね。これは練習で誰でもできるようになる。で、今まで、ちょっとでも刺激と反応のそのスペースがなかった人が、もう怒りがすぐ出る前にちょっと距離が怒りと距離が置けたり、あと怒りが出た後に、まあでもな、あの人もああいう美学なのかなって思って、その怒りの時間が1日2日引きずらずに少し短くなったりとかっていうだけでも、刺激と反応のスペースが広がってきているっていう証拠なので、その自分の中で、そうやって反応が変わってきているなっていう証拠をたくさん見ていく、あるを探していくっていうのもすごくね、大事なことだと思うし、そのあるが見つかった時にたくさん自分を褒める。偉いね、こんなの起こってもいいところなのにさ、あの人もあれの美学かなとかさ、あの人もなんか家で辛いだろうなとかさ、なんかそういう風に相手のことを思いやれる私、本当に偉いねってたくさん褒めてあげられたらいいかなって思うんだよね。でね、そのさ、物事が起きた時にどう捉えるかっていうところで、さっきいただいた DM で面白いなと思ったのがあったので、そのフォーリーはね、お友達と3人で車でお出かけしてたんだって。で、自分は後部座席で、お友達2人は運転席と助手席で、運転席と助手席のお友達が楽しそうにおしゃべりしてたんだって。で、その時になんかちょっと話に入れないなって、寂しいな、なんか2人だけすごい楽しく喋ってるなとか、ちょっと私のこと気にしてもうくれてもいいのになっていう気持ちが湧いてきたと。これは普通に出てくる感情だよね。で、その時になんか手持ち無沙汰だったから FOL のインスタを開いて FOL を見たら、その画面を見た時にふっと、あれ？これ私のことも気にしてくれればいいのにとか、2人で楽しく喋っちゃってっていう、これって被害者意識だなってふっと気づいたんだって。で、これを当事者意識にするとどうなるのかって自分で思ったら、この社内の世界、この私が作ったこの世界で2人が楽しそうにおしゃべりしてる、よかったって思う存分楽しんでねって急にパッと意識が切り替わったんだって。なんかさ、ふわーっと心の余裕が広がったって感じだよね。こう視野がぐーって上がったっていう。で、そしたら孤独感とか寂しさとか怒りっていうのが消えて、本当に自然にニコニコして2人を眺められたんだ。で、当事者意識ってすごいな。出来事が変わらなくても、私の意識さえ変わったら180度にこんな気持ちが変わるんだって。今まで寂しさとか怒りっていうのを全肯定するとか、寂しいよね、それは怒っちゃうよねっていうことをやってきたんだけど、その先ってどうしたらいいのかって分かんなかったけど、自分で意識を変えるっていうところまで今回行けたから、新しい扉が開いた気がしたって書いてくださって、それもね、すごい嬉しかったんだよね。こういうのってなんていうの、これも最初の反応から自分で視点を変えた時に、出来事は変わってなくてもこの胸に広がる感触が全然変わってくるっていうこの例で、多分彼女はこういう風に、捉えて、このわーっていうエネルギー変わるでしょ。このエネルギーが本当に次につながってくるから、私もそうだけど、多分この先これもうまくいくな、あれもうまくいくなっていう確信しか生まれなくなるんだよね。で、こういうことが自分で意識してできるようになると、幸せになるのが全自動運転になるんだよね。まさにその感覚になると、何かが起こった時に、最初は意識して視点を変えるっていう練習、ずっとその練習で、そのうち意識しなくても、なんかだなみたいななんかだなこれはって思って、そこでジャッジせずに、分かんないものはスルーするし、なんかだなって思った時にふっと創造主の視点と重なって、これってこういう意味かもなって秒で解釈が変わるっていうこともある。
でもどちらにしろ最初は意識して視点を変えたり、意識して当事者意識に切り替えてみたりっていう練習から、それが今度筋肉になって全自動でできるようになっていく。そうすると本当に全自動で幸せになっていくっていうか、不幸になっていく方が難しいってなっていくんだよね。この宇宙のさ、拡大していく、全体反映していく全体調和のエネルギーってすごく大きいから、それに同調すれば同調するほど逆らうのが難しくなる。そうだね、ほんと全自動の幸せ、そうというのがね、すごい面白いなって思ったの。また配信したいと思います。それではどうも。